皆さん、こんにちは。今回は、加藤モーターの2025年ニューモデル、スイープをご紹介します。スイープのベース車は、トヨタタウンエース GL です。上級グレードの GL ですので、カラードバンパーやプライバシーガラス、ワイヤレスドアロック、パワーウィンドウなどが標準装備です。スマートアシストは全車に標準装備です。ボディカラーは、ホワイトとシルバーが選択できますが、写真のようなオプションのツートンステッカーでアクセントをつけることもできます。また、ポップアップルーフバージョンも選択できます。それでは車内に入ってみましょう。広々とした室内が印象的です。エントランスの横には、コントロール系が集中して配置されています。車内に入る前に照明をつけることができます。明るい木目の家具とアイボリーのシートカラーで、最近の同社のインテリアに共通する明るく洗練されたインテリアです。照明はスポットライトを採用。シンプルですがおしゃれな照明です。レイアウトは2列目に2名掛けのマルチモードシートを設置。前向きにすると合計4名が前向き乗車できます。なお、加藤モーターは空のシートという電動でトランスフォームできるシートを開発。スイープにもオプションで設置できます。就寝前に狭い車内で作業しなければならない問題を解決します。特に雨の日などはありがたい装備です。後部はベンチシートとギャレーキャビネットの構成。ベンチシートにも2名が乗車できます。マルチモードシートを後ろ向きにしたダイネットモード。L 字型のダイネットで4名程度が団らんすることができます。テーブルはスライドして好みの位置にセットすることができます。ダイネットを展開してベッドモードへ。マルチモードシートの展開は必要ですが、後部はシートマットを並べ替えるだけで即座にベッドになります。ベッドサイズは長さ 2080mm、幅 1000mm です。これは家庭用のシングルベッドの幅に相当します。また、足元だけベッドモードにすると、足を伸ばしてくつろぐことができるリラックスモードになります。後部にテレビモニターを設置して、楽な姿勢で見ることができます。では、次にギャレーを見てみましょう。シンクがなく、フラットなギャレートップです。ギャレーキャビネットには、25リッターの冷蔵庫を標準装備。電子レンジも標準装備されます。外部電源がないところでサブバッテリーで駆動したい場合は、オプションの 1500W 制限波インバーターが必要です。シンクはここに収納されています。フォーセットはシンク内に取り付けられています。各10リッターの給排水タンクはシンクの下に収納されています。給排水タンクの出し入れはシンクを持ち上げて行う必要があります。空調はオプションでギャレーキャビネット上部に車載用クーラーを設置することができます。標準では 100Ah のディープサイクルバッテリーが1個装備されますが、クーラー設置時はオプションのリチウムイオンバッテリーを選択することをお勧めします。FF ヒーターもオプションで設置できますが、ベンチレーターのオプション設定はありません。収納は多くありませんが、ベッドモードでは、ベッドマットの下が大きな収納スペースになります。ここにも収納が用意されており、小物やペットのリードなどを収納しておくのに便利です。スイープの車体寸法は、全長 4065mm、全幅 1665mm、全高 1930mm。乗車人数は6名、就寝人数は2名、ポップアップルーフバージョンは就寝人数は4名です。それでは、タウンエースをベース車にした似たコンセプトのモデルをピックアップしてみましょう。まず、パパビルドのファボライトボックス、スクエア。これも、タウンエース GL をベース車にしたモデルです。レイアウトは、スイープと同じで、2列目に2名掛けのシートを配置。前向きにすると、4名が前向き乗車できます。後部のシートは乗車できませんので、乗車定員は4名です。
ダイネットを展開したベッドサイズは、長さ 2000mm、幅は最大 1380mm、足元は多少狭くなっています。ファボライトボックス、スクエアのギャレーキャビネット。跳ね上げ式の大きなテーブルが特徴です。食事をしたり、仕事のスペースとして便利に使用できます。冷蔵庫は16リッターのポータブル冷蔵庫がオプションで用意されており、ベッドボードの下に設置できます。電子レンジもオプションで用意されており、後部のキャビネットにすっきりと収納できます。収納はギャレー上部にオーバーヘッド収納を設置。ベンチシートの下にも収納スペースが設けられています。もちろん、ベッドの下も大きな収納スペースになります。後部にはオプションの7インチのテレビや車載用セパレートクーラーが設置されています。サブバッテリーは 200Ah のリチウムイオンバッテリーをオプションで搭載することができます。FF ヒーターやベンチレーターもオプションで用意されています。ファボライトボックス、スクエアは車旅に必要なほぼ全ての装備が搭載できるモデルです。もう1台はキャンパーアシストの馬車を挙げておきましょう。このモデルもベース車はタウンエースですが、この展示車はオプションのフロントマスクが装着されているため、ノーマルのタウンエースとは一味違った外観です。オプションでリアゲートのウィンドウをアクリル二重窓に変更できます。断熱性が向上するとともに、リアゲートを開けなくても換気ができます。インテリアも独特で、アーリーアメリカンな雰囲気を出しています。2列目に2名掛けのマルチモードシートを設置。4名が前向き乗車できます。後部のベンチシートにも1名が乗車できますので、乗車定員は5名です。馬車のギャレーキャビネット。L 字型のギャレーで天板が広いので、コンロを置いて調理もできます。コンパクトなシンクとシャワーフォーセットが設置されています。冷蔵庫の左側には、引き出し式のスパイスラックがあります。冷蔵庫は40リッター横開き式が標準装備されます。冷凍室もありますので、製氷や冷凍食品の保冷と飲み物や食品の保冷が同時にできます。電子レンジはオプションで設置できます。収納スペースも用意されていますので、すっきりと収納されます。ギャレーの上部にはオーバーヘッド収納を設置。あまり奥行きはありませんが、食器や小型の調理用具などを収納できるでしょう。19インチのテレビモニターがオプションで用意されています。後部の左サイドに設置できます。馬車のユニークな点は、着脱できる車載用一体型クーラーです。クーラーはシーズンオフには取り外して収納に変更することができます。100Ah のリチウムイオンバッテリーはオプションで選択できます。馬車はコンパクトなタウンエースにギャレー、横開き冷凍冷蔵庫、電子レンジ、クーラー、リチウムイオンバッテリーなど車旅に必要なすべての装備を搭載できるモデルです。それでは加藤モーターのスイープに戻って特徴をまとめてみましょう。スイープで最も目を引くのは洗練されたインテリアデザインでしょう。質感の良いソファーや細部まで丁寧に作られた家具は高級感があります。冷蔵庫や電子レンジ、薄型のクーラー、リチウムイオンバッテリーが搭載でき、車旅にも対応できます。一方、気になる点も挙げておくと、まず、ギャレーの位置があります。ギャレーはあまり使わないユーザーには良いのですが、ギャレーを使うユーザーには使いにくい位置です。給排水タンクの出し入れも容易ではありません。次に、冷蔵庫は横開き式ですが、冷凍室がありません。車旅に使うユーザーは、冷凍食品の保冷や製氷機能は欲しいところです。ベッドモードにすると、冷蔵庫やギャレーが使えないのも改善してほしい点です。コンパクトなベース車ですので、全体的に収納が少ない点は仕方ありませんが、ギャレーキャビネットの上にちょっとした食器の収納があればよかったかもしれません。
エントランスの横には収納が用意されていますが、ここにはシューズボックスがあれば便利だったでしょう。ベッドマットの下の収納スペースへは、スライド機構のためベッドマットを持ち上げられず、上部からのアクセスができません。しかし、同社の他のモデル同様に、居心地の良い室内という点では、優れたモデルと言えます。スイープの仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。価格などを含めた、さらに詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。